こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では大悟氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちら動画よりも半日早く、そして手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見ている暇ないという方は、こちらもぜひご利用してみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、フィデリティのフィジカルビットコイン ETP がロンドン証券取引所 LSE に昨日上場を果たしました。手数料は 0.35% ということで、米国の ETF と比べると若干高めに設定されてますが、米国方面からの流入が期待されています。で、またグレースケールのビットコインミニトラストも昨日ナイスに上場を果たしています。こちらは手数料 0.15% と、米国の ETF の中では一番低い手数料ということで注目されてましたね。で、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、まだブラックロックが公開されてませんが、GBTC の流出がゼロ、そして先ほどのビットコインミニトラストにプラス $0.18 億の流入が見られます。他、フィデリティ、ビットワイズ、アークラが流出してますけども、ブラックロックにいつも通りの流入があれば、全体でプラスにはなりそうですね。また、スポット ETF は、こちらもブラックロックが公開されてませんが、現時点では全体でマイナスとなってます。一昨日かろうじてプラスになりましたけども、2日連続純流出が記録できるのか注目となってますね。で、またビットコイン関連では、マイニングのハッシュレートが高水準をキープしているのが注目されてます。マイナーの売り圧減少によるビットコインの価格上昇が期待されてますね。市場全体は結構荒れてますけども、ビットコインがここから単独で強くなれるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在$64,300あたりを推移しております。今朝の FOMC では、金利 5.25% から 5.50% の据え置きが発表されました。で、またパウエル議長の方から9月に利下げする可能性は高いという発言がありまして、9月利下げ濃厚という見方から米金の下落、各指数の上昇につながってるんですが、イラン・イスラエル方面でも動きがありまして、ハマス指導者のハニヤ氏の暗殺からイランがイスラエルへ報復宣言をしています。時間帯的には3時から4時頃ですね。金は高騰してビットコインは落ちるといった展開になってますね。また先日からの円高傾向は変わってません。米国債金利は 4.045 を推移しておりまして、ナスダックが 19,362、S&P500 が 5,551、ダウ平均が 47,842、キンゴールドが 2,454 ドル、日経平均が 37,773 円、ドル円が 148.59 円となっております。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 5.0%、額としては350億ドル相当、比率としては全体ではショートが 54.2%、バイナンスミはロングが 68.2% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日8月1日に中銀政策金利、米 ISM 製造業景気指数、8月2日に米雇用統計、8月3日に米 ISM 非製造業景気指数などが控えております。市場全体で見ると、FOMC の9月利下げ濃厚から各指数上昇傾向となりましたけども、中東情勢の悪化からまた下げた展開となりました。SP500 などはまだ続伸してますけども、ビットコインに関しては66,000の攻防から一気に64,000のラインまで落ちてます。米株との相関も最近では強い印象ないんで、ビットコイン仮想通貨市場が単独で強くならないと、上への期待が生まれにくいのかなと思いますね。ETF の流入も回復してないので、もう少し時間がかかりそうではあります。チャートだけ見たら64,000の攻防に入ってまして、ここで反転するようならまた強い形となりそうですが、ここを下抜けするとなると62,000もしくは6万ドルあたりまで見えてくる形になってます。逆転のファンダが出るんでしょうかね。今後の市場動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3210ドル、BTC 建ては 0.0499 と、BTC 建てはほぼ下がってません。先物の方では OI は全体でマイナス 1.0%、額としては144億ドル相当、
比率としては全体ではショートが 55.9%、バイナンスミはロングが 79.7% としたよりになっています。ドル建ては下がってますが、ビットコインに比べて OI もそこまで減らずですね、BTC 建ても耐えている状態です。イーサ単独で強くなるシナリオとしては、スポットイーサ ETF の流入が続くかどうかくらいですかね。チャートだけ見たら、ドル建てでは3200の攻防となってまして、ここで反発するようならまた上へ期待できますけども、3500の抵抗を抜けない限りは楽観的にはなれそうにないですね。ETF の流入が続くのか注目です。あと、ここからその他の動向になります。リブラの創設者、デビッド・マーカス氏がトランプ支持を表明しています。マーカスに長文でですね、私は今まで民主党派だったけど、民主党が権力に重点を置いていると知り、ショックを受けたとか、対して共和党は有権者寄りに考えてくれてるとかですね、いろいろトランプ支持の理由を書いてるんですけども、旧 Facebook のメタやリブラに圧力かけて規制したのは、現バイデン政権なんで、次のトランプ政権の展開に期待してるんじゃないかなと思っちゃいますよね。もしかしたらもう裏で話し合いが終わってる可能性もあります。懐かしいですよ。このリブラ、デームが普及したら、ドルや他の法定通貨の価値が奪われて、中央集権の崩壊が近づくなんて言われてましたけども、このデームが復活するんでしょうかね。一方、トランプは新たな NFT、ビットコインスニーカーというのを販売して、また金稼ぎに走ってますけど、大統領選どうなるんでしょうかね。今後の進捗に注目ですね。あとはテスラの純利益が過去最高を更新したのが話題になっています。上半期の純利益は52億ドル、また米国債の保有額は976億ドルに達してまして、これはテザは四半期ごとに利益の一部をビットコインの買い増しに当ててるんで、毎回動向が注目されてますね。また他ステーブル市場では、エリクサーがDUSD の導入を発表してたり、バイナンスの FDUSD のシェアが減ってるというのも話題になっています。これはバイナンスが FDUSD ペアの手数料無料キャンペーンを終了すると発表したことが要因とされてますね。USDT 一強が今後も続くのか注目ですね。あと、アルト関連では、テラチェーンが IBC フックの脆弱性を突かれて資金流出が観測されています。ルナランクの価格には影響ないですけども、盗まれたアストロポートのアストラは暴落してますね。で、5800万トークン盗まれてるんで、元の価格が 0.05 ドルですから、被害額は290万ドル相当です。現在、テラ側はアップデートして再発要望したとは同行してますけども、前回テラフォームラブスと SEC の和解で、テラフォームラブスはもう解散すると。テラチェーンに関しては、コミュニティ管理にするという話でしたけど、果たしてハッカーから守りきれるんでしょうかね。今後の展開に注目ですね。あとその他資金調達関連では、DP のデイライトが900万ドル調達、Web3SNS のアイスブレイカーが500万ドル調達、討論プラットフォームと言われているジョークレースが300万ドルの調達を発表しています。これもまた話題になるのか、今後の進捗に注目ですね。今日はこのところですから何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。